こんにちは、今日です。今日は HDMI キャプチャーをするときに起こる様々なトラブルの解決方法を初心者の方にもわかりやすく解説していきます。HDMI キャプチャーボードを購入したけど、うまくキャプチャーできないというご相談をよく受けます。それをもとによくあるトラブル例と解決方法を解説します。今日はこの6つのポイントがあるので、当てはまるポイントへ飛んでもらっても構いませんが、相互に関係することもあるので、全部確認していただけるとより良いと思います。それでは早速行ってみましょう。症状1、キャプチャーボードをつなげたけど、映像が出ない。黒画面になる。OBS などのキャプチャーソフトで、キャプチャーボード自体が表示されない。本来だと OBS のデバイス表示にキャプチャーボード名が表示されます。表示されてもプレビュー画面が真っ黒でゲーム機などをつなげても何も映らない。そんな場合に確認することがあります。1、まずは HDMI キャプチャーデバイスが正しく認識されているか確認しましょう。確認方法は Windows のデバイスマネージャーで確認します。Windows 11ではスタートボタンを右クリックするとその中にデバイスマネージャーが表示されます。それを選択するとデバイスマネージャーが開きます。この中のカメラの中に表示されることが多いです。音声はサウンドデバイスとして別に表示される機種がほとんどです。正しく PC に認識されていればこのように表示されます。そもそも表示がなかったり、名前があるのにハテナやびっくりマークがついている場合は、ドライバーが正しくインストールされていないといった問題が起きている可能性が高いです。この場合の解決方法です。1、ゲーム機やキャプチャーボードにつないだ HDMI ケーブルの両端や USB ケーブルが正しく差し込まれているか確認する。意外と奥まで差し込まれていなかったり、ホコリなどで接触不良があったりします。2、接続する USB ポートの変更。よくあることなのですが、なぜかその USB ポートだと機器が認識しないことがあります。なので、試しに他の USB ポートへつなぎ直すと認識することがあります。ただし HDMI キャプチャーの場合は USB 3.0 以上のポートにつなぐ必要があります。3、ケーブルの確認。使っているケーブルに問題がある場合もあります。可能であれば、違う HDMI や USB ケーブルに交換してテストしてみてください。4、ドライバーの再インストール。一旦ドライバーを削除して入れ直すと解決する場合があります。方法は、使用しているキャプチャーボードのドライバーインストール方法にもよるので、ここでは詳しく説明できませんが、ドライバー再インストールなどでググってください。最近のものはつなぐだけでドライバーが自動的にインストールされる製品が多いです。このキャプボも自動的にドライバーがインストールされました。5、HDCP が無効になっているか確認する。もし、ゲーム機やブルーレイプレイヤーなどの映像をキャプチャーしようとしている場合、HDCP というコピーガード機能が有効になっていると映像が出力されないことがあります。まともなメーカーのキャプボの場合、そのあたりを厳守しているので、まず、ブルーレイレコーダーやファイアテレビなど HDCP を解除できない機器では使用できません。ゲーム機ではほとんどの場合でキャプチャーができます。PS5 では設定で HDCP を無効にする必要があります。この設定をしないと画面が真っ黒でキャプチャーできません。ただし、著作権保護されているコンテンツを扱うソフトは起動できなくなります。PS5 の設定からシステム HDMI を選択して HDCP を有効にするオフにします。6、Windows のプライバシー設定を確認する。Windows のプライバシーとセキュリティでアプリにカメラのアクセスを許可するの設定がオンになっているかチェックしてください。設定がオフになっていると、キャプチャーデバイスが認識されないことがあります。カメラへのアクセスがオンになっていることを確認してください。
試しにオフにして OBS を再起動してみると、画面が真っ黒で音声だけになります。オンにした場合は、一度 OBS を再起動しないと映像が映りません。セキュリティソフトがブロックしていないかも確認してください。合わせてマイクの方も確認してみてください。オフにすると音声がブロックされます。症状に FPS が低いものしか選べない。YUI2 がなく MJPEG しか選べない。これはキャプチャーソフトのデバイス設定で、フレームレートが低いものしか表示されない。もしくは映像フォーマットに MJPEG しかなく YUI2 がないといった場合。また、画像サイズを下げると FPS の選択肢が増える。この場合は 30fps まで表示されるようになりました。この場合の原因その1、そもそもキャプチャーボードの性能が低い。安価な製品では本体が USB2.0 のことがあり、キャプチャー性能が低いものがあります。このキャプチャーボードの場合、そもそもどんなに頑張っても、YUI2、フル HD だと、量感5個までしかキャプチャーできません。これに関してはこちらの動画で詳しくレビューしたのでよかったらどうぞ。この場合はもうスペックの良いキャプチャーボードに買い替えるしかありません。2、USB ケーブルがスーパースピードプラスではない。転送速度 10GBps フル HD 画質 1920×1080 でキャプチャーする場合はその下のスーパースピード転送速度 5GBps でも問題ない場合もありますが、新しくケーブルを購入するなら安全を見てスーパースピードプラス規格のケーブルを購入した方が良いと思います。規格によって転送速度が異なるので、その辺にある USB ケーブルを適当に使うとスピード不足でフレームレートが制限されたりします。参考のためこの 10GBps ケーブルでのキャプチャーの様子を流します。そして使用するキャプチャーボードは私がいつも使っている Ugreen の製品。性能はこちらの動画で詳しくテスト&レビューしています。PC のスペックはこんな感じ。この製品ではフル HD1920×1080 の YUI2 で 60fps が選択できます。PS5 のレスゲームですが、ちゃんとキャプチャーできています。もし USB ケーブルが 2.0 規格の場合、キャプチャーソフトで 60fps を選択できません。選択可能な FPS は最大 10fps になっています。最大 10fps なので同じ映像が6コマ続いていることになります。そのため映像がカクついてまともに運転ができません。一つ気をつけたいのが、最新のケーブルだからといって転送スピードが速いとは限りません。スマホなどの充電用に DD 対応のケーブル、例えば 100W サポートケーブルなんかを使うとUSB2.0 規格で最大の 480Mbps までしか出ません。これだと使い物になりません。MJPEG だと 30fps でギリ使える。そして気をつけたいのが変換アダプター。USB ポートの形状が合わず、やむを得ず使用する場合は、こちらもスーパースピードプラス規格のものを使用します。何かの付属品を使いがちなので、注意です。3、USB ポートが USB 3.0 ではない。HDMI キャプチャーするには、USB 3.0 以上のポートが必要です。USB 2.0 のポートにつないでしまうと、ケーブルと同様に、FPS や動画フォーマットが制限されてしまいます。USB ハブ自体は 3.0 なのに、転送速度が低い場合があります。PC と USB ハブの間に使用しているケーブルがスーパースピードプラスでないと、本来、転送速度 10GBps のところが 480Mbps なんてことも。ただし、問題が出ているときは、キャプチャーボードに付属している USB ケーブルがあれば、それを使用して PC に直接キャプチャーボードをつなぐのが原則です。
症状3、キャプチャーした動画にコマ落ちがある。PC のスペックが低い場合によく起こります。キャプチャー時にマシンパワーを必要とする設定だと、処理が追いつかず、コマ落ちしてしまいます。そんな症状の動画を撮りたかったのですが、以前使っていた CPU が Core i7-2600K、グラボは GeForce GTX 1060、6GB で試したところ、全く問題なくキャプチャーできました。しかも、PS5 の動画をキャプチャーしている様子を、さらに二重起動している OBS で、キャプチャーしているので、通常の2倍負荷をかけています。CPU 使用率は 20% 以下です。このコーデックは、NVIDIA のグラボを使った処理なので、GPU 依存が高いようです。GTX 1060クラスでも余裕でキャプチャー可能でした。映像も 60fps で滑らかに動いています。次に CPU 依存のコーデックでもテストしてみます。X264 を選択。これは CPU の処理を使います。ビットレートは 20,000kbps とかなり高めに設定。さすがに CPU 使用率はギリギリに。その一方、GPU にはかなり余裕が生まれました。ざっと見る限り、映像も 60fps 出ています。4K サイズの 60fps に上げてみます。ビットレートも 30,000kbps にアップ。さすがに CPU は振り切れました。また、OBS 側でも警告が出ています。OBS のプレビュー画面では映像は動いているように見えます。ただ、キャプチャーされた映像は音のついた紙芝居でした。コマ落ちが発生する場合は PC のスペック不足がほとんどなので、その場合は画像サイズやフレームレートを下げ、処理が軽いエンコード設定にします。キャプチャー先もハードディスクではなく SSD にした方が良いかもしれません。症状4、キャプチャーした動画がモザイク状になる。キャプチャーソフトのプレビュー画面では問題ないけど、キャプチャーした動画がブロック状やモザイクのように粗い画質になっている。もしくは動画の画質が元映像に比べて悪すぎる。そんな症状は、1、エンコード設定の圧縮率が高すぎる可能性があります。圧縮率を上げると、ファイル容量は軽くなりますが、それと引き換えに画質が落ちます。私はいつも CQP を使用していますが、ビットレート指定したい場合は、ビットレートの値を変更します。試しに圧縮率を変えたサンプルを用意したので、見比べてみます。先ほどから流れているこの画像は CQ50 です。使い物にならない画質ですね。そしてこれは CQ35。だいぶマシですがそれでも粗いですね。できれば低圧縮でキャプチャーしたいですが、ファイルサイズも肥大します。自分が許容できる画質とファイルサイズを天秤にかけて圧縮率を決める必要があります。と言っても、最初は見当すらつかないので一例を。これは CQ20 です。この値だと映像がとても綺麗です。さっきから CQ の値で比較していますが、H265 の場合レート制御は CQP がおすすめです。そして肝心な圧縮率、CQ レベルは20から23くらいが良いです。20を進めている記事も多いですが、私は容量と画質のバランスで23のことが多いです。このあたりの OBS スタジオの詳しい設定方法はこちらの動画で詳しく解説していますので、設定方法がわからない方は参考にしてください。2、映像フォーマットが YUI2 ではない。現在のキャプチャーボードで一般的に使われる映像フォーマットは YUI2 と呼ばれるものです。これが MJPEG になっていると画質が落ちます。
この切り替えは入力に対して行われるので、プレビュー画面でも変化がわかります。ちょっとわかりづらいので違う映像で。MJPEG の方は文字周りにブロックノイズが多く発生しています。色味も変わっています。映像を止めてみるとよくわかります。症状後、映像の色味がおかしい。プレビュー画面やキャプチャーした動画の色味がおかしい場合の原因は、次のことが考えられます。設定で使用している色空間、カラースペースが間違っている。設定としては、今画面に映っているような色設定が一般的です。この色範囲は、リミテッドか、フルを選べます。どちらが良いかというと、使用している機器に合わせるのが正解なのですが、フルよりリミテッドの方が色がくっきりと見えます。実際にテレビで遊んでいる時のイメージに近いので、私はリミテッド設定の方がほとんどです。同じシーンをキャプチャーできないため、場面が違って申し訳ないですが、フルの方は少し色がくすんで見えます。何か地味な感じがします。ゲーム配信では左の方が楽しいイメージになりそうです。ステージの色のせいじゃないのと思われるかもしれませんが、フルの方が白浮きしているのはキャプチャーボードの性能によるものかもです。フルレンジの映像をリミテッドで読み取ると、暗い色と明るい色の上限がカットされてしまいます。OBS の設定上ではフルでも、キャプボの性能がリミテッドしか読み込めない製品かもしれません。上下反転した画像で上がリミテッドです。真ん中は純粋な白と黒です。フルの方の白はグレーに、ブラックは白浮きしています。このように色範囲の設定をすべてフルにしても実際にはおかしな色味になることがあります。画像が白浮きしていたら元映像出力、キャプチャーボード性能、キャプチャーソフトの設定を見直してください。そして現在色空間は REC709 になっていますが、その他を選ぶとかなり色が変化します。HDR 映像をキャプチャーする際などは変更した方が良いです。解説がめちゃくちゃ長くなるので割愛しますが、ほとんどの場合 REC709 で良いと思います。症状6、プレビュー画面に遅延が出ている。キャプチャーソフト上のプレビュー画面で遅延が出てまともにゲームができない。これは正常です。キャプチャーボードで処理が入るので、どうしても映像に遅延が出てしまいます。特にアクションゲームだとまともに遊ぶのは難しいくらいです。OBS の全画面プレビューだと若干遅延が少なくなりますが、それでももっさりとした操作感が残ります。遅延のない映像でキャプチャーしたければ、パススルー機能付きのキャプチャーボードを使用する必要があります。この端子からの HDMI 出力映像は遅延がなくゲーム時に役に立ちます。このタイプの製品はパススルーがないことが多いので、ゲーム映像には向きません。以上で解説は終了です。ということで、今回は HDMI キャプチャー時に起こるトラブルをまとめて解説しました。製品不良のことも考えられますが、設定やケーブルナーズの環境で改善することも多いので、まずはこの動画内の内容を試してみてほしいです。動画内でもお知らせしましたが、他にも動画キャプチャー関連の解説動画があるので、よかったらリンクからご覧ください。今回の動画はここまでです。もしこの動画が良いと思ったら、チャンネル登録や高評価ボタンで応援してくれると嬉しいです。ではまた見に来てぴょんぴょん。